来週どこ行く？ラティオスイベントが終わったらやること。ジャスパルと申します。2週間にわたるラティオスと心の雫もいよいよラストスパートを最後まで悔いなく遊び尽くしていきましょう。そしてこのイベントが終わった後に何を意識すればいいのか、交換所の期限みたいな注意点から次にやってきそうなイベントとそのイベントに向けてどんな準備だったりフィールド選びをしていけばいいのか考えていきたいなと思います。再来週サマーフェスは来るんでしょうかね。それでは参ります。ということで最初に来週の予定や交換所の期限など来週に関する注意事項みたいなところをざっくりまとめてから今後のイベントとその準備について考察していきたいと思います。ってことでまずは来週の予定。来週6月22日からの1週間は特に何もない1週間です。グッドスリープデーなども被らず、現状特にイベントの告知もないので、告知を待ちながら週明けにはイベント交換所のアイテム交換を済ませて次なるイベントに備える、そんな1週間にしてもらえたらと思います。ってことでひとまずイベント交換所などイベント終了後のなんやかんやを整理しておきたいと思います。ラティオスの羽毛について、イベント交換所について、サブレの返還について、ラティ源泉の延長戦について、若草のお香起源について、この5項目、細かく分けたら多くなっちゃったんですけど簡単なことも多いので順番にお話ししていきたいと思います。まずラティオスの羽毛について、こちらイベント交換所の期間終了とともに全て消滅します。交換を忘れていた分が勝手に夢のかけらに変換されたりみたいな救済システムの類は一切ありませんので、必ずご自身の手で全て交換しきってこのイベントを終えていただきますようご注意ください。家に帰るまでが遠足、羽毛を交換しきるまでが伝説イベントとなります。ラティオスの羽毛についてでした。そんな羽毛の起源ともなっているのがお次、イベント交換所。イベント交換所はイベント終了後の月曜日火曜日まで利用することができます。前回のラティアスの時は水曜日まで利用することができたんですが、今回はなぜか火曜日までということで、なんでなんでしょうかね。とにかく水曜日の朝4時には余っている羽毛が全て消滅しますので、月曜日火曜日での交換をお願いいたします。後でリサーチとかまとめてリサーチとかのことまで考えるとなかなか猶予はないかなと思うので、火曜日までなんだと覚えておいてください。イベント交換所の期限でした。そんなイベント交換所が終了するとお次、サブレの返還ってことで、お手持ちのラティサブレがスーパーサブレに返還されます。なので返還目当ての方は使えるのは水曜日からということで覚えておいてください。サブレの返還についてでした。このサブレの返還が水曜日ということでお次、ラティ源泉の延長戦。逆に言うとラティサブレもお香も火曜日までは使って補充してができるということなんですよね。今回お香もラティアスの分まで含めればかなりたくさん用意されていますので、特に分割睡眠なんかされている方はイベント終了後ももう少し源泉の延長戦をすることができそうです。そんな源泉の延長戦がしたい方に向けてはドチャデカ注意点が一つございます。イベント交換所に関しては全てのフィールドで開いているんですが、ラティアス・ラティオスのお香を置くことができるのは若草、ラピス、アンバー、EX の4フィールドのみです。うっかりゴールドとかに行ってしまうとラティオ香が置けないのでご注意ください。またイベント終了後のリサーチでは残念ながらラティオスの羽毛を新たに手に入れることはできないのでそちらもご注意ください。そんなラティ源泉の延長戦でした。基本的にイベント絡みはここまで。最後は注意事項となります。若草のお香起源ってことで、現在若草にミニ竜達兵衛が特別に出張してくれているんですが、イベントが終了するとそれぞれご実家に戻られます。ただしお香で呼び出した場合のみもう1週間だけ顔を出してくださるということなので、一応覚えておきましょう。本来若草ではミニ竜達兵衛のお香を置くことすらできないんですが、来週いっぱいまでは有効となります。こういうタイミングね、たまーにあるんですよね。そんな若草のお香起源についてでした。ってことでいろいろと言ってきたんですけれども、とにかくイベント交換所は月曜日火曜日で終わりなんだってことだけ覚えておいてもらえたらとりあえず大丈夫なんじゃないかなと思います。羽毛を使い切るまでが伝説イベントです。最後まで楽しんでいきましょう。そんな来週の予定でした。さあそれではここからは来週以降備えておきたいことについて考察していきたいと思います。備えておきたいイベント3つ。カレーフェス、
周年前キャンペーン3周年フェス、こちら順番にお話ししていきます。まず来週の過ごし方としてふんわり気に留めておいてほしいのが、もしかすると再来週6月29日からカレーフェスが来るかもしれないってことですね。昨年は今ぐらいの時期にやってたんですよね。ただ今週特に告知が来なかったので、周年フェスの後に回されている可能性もありそうです。周年フェスの後8月だったとしても全然サマーフェスティバルではありますよね。カレーだけやらないっていうのもおかしいかと思うので、さすがにどこかでは来ると思います。で、最近の料理イベントだと事前に新レシピの食材も告知してくれたりしているので、来週告知再来週開催はさすがに準備期間がなさすぎるような気はしちゃいますよね。一応カレーの食材ちょっとだけ気にしてみてください。その他毎年カレーフェスではアメウロボなんかもあったんですけど、周年のミニアメブースト前にはこのアメウロボ使えないかもなーってことで、一応そんなところも考えておいてもらえたらなと思います。とりあえず来週何かしら告知が来るかと思うので、それ待ちとなりそうですね。そんなカレーフェスでした。ってことでカレーフェスが来るかどうかちょっと謎なんですが、こちらも来るでしょうか。お次、周年前キャンペーン。昨年もうすぐ2周年キャンペーンってことで、1周年で追加されたパルデア地方のパートナーポケモンたちが再びピックアップされる、そんなキャンペーンが行われました。なので今年は方園地方のパートナーポケモンたちとプラスルマイナンがピックアップされる同様のキャンペーンが来るんじゃないかと予想しているんですが、こちらもどうなるでしょうかね。で、こちら昨年準拠だと進化5も含めてピックアップだったので、厳選のみならず飴集めにも非常に有効なキャンペーンでした。もし来てくれたら方園御三家をさらにパワーアップさせられそうですね。で、このキャンペーン、個人的にはメインのボーナスはそこではなくて、昨年はリサーチの夢のかけら 1.5 倍がありました。あとは鍋の容量アップとボーナススリープポイントでしたね。夢のかけら 1.5 倍系のキャンペーンって言うてそんなにポンポン開催されるわけではないので、来てくれるのであればここをぜひとも活かしたいところです。ってことで、方園御三家とともにどのフィールドで夢のかけら集めをしたいかっていうのも考えておくと良さそうですね。かけらといえば EX みたいなところもあるかもしれないんですけど、 EX チケットのこともありますし、周年イベントでも EX に行きたくなるかもしれないので、そのあたりフィールドボーナス上げの計画もふんわり立てておくと良さそうです。周年フェスでは例年ミニアメブーストもございますし、それこそさっき名前を出したアメウロボも夢のかけらを使います。さらに夏には各種上限解放が事前に告知されておりますので、リサーチランクの上限が解放されて夢のかけら不足に陥るなんていうことも想像できます。夢のかけらが稼げそうな得意フィールドで方園御三家やプラスルマイナン探し、こちらも頭の片隅に置いておくといいかと思います。ちなみに鍋の容量アップに関しては、ポケモンスリープのデコキャラシールが入ったポケモンパンの発売を記念したものだったので、今年はどうなるでしょうかね。あとボーナススリープポイントは毎日150ポイントずつ、1週間で1050ポイントでしたかね。このタイミングでのスリープポイントの補給本当に助かりますね。そんな周年前キャンペーンでした。しかしながらこの2つのキャンペーンは本当に来るかどうかもいまいちわからないので、一番注目すべきは確実に訪れるであろう3周年フェスかと思います。ってことでメインはここに合わせてフィールドボーナス上げを意識していく形になるんじゃないかなと思います。ってことで3周年フェス、どんなボーナスがあるかなんですが、まず新ポケモンの追加に関しては1周年はパルデア御三家、2周年は方園御三家、3周年はどうなるでしょうか。ここに関してはフィールドの予想はちょっと難しいんですが、信号御三家であるなら、舞台が北海道的な信号地方なので、いよいよ卯の花雪原が注目されたりするんでしょうかね。例年ね、周年フェスだと卯の花雪原がピックアップなしとかになりがちだったりするんですけど、どうなるでしょうね。ここはもうちょっと予想するしかありませんね。逆にどんなポケモンであろうと若草には登場するはずなので、そういう部分でも若草 EX なんかは重要度が高くなるんじゃないかとも思います。
初心者の方もね、例年ハロウィンだったりホリデーというイベントが若草本島限定開催になっていることもあって、若草のフィールドボーナスを高めにしておくっていうのはそれなりに大事な要素かなとは思います。そのうち EX が開放できたら、そちらのフィールドボーナス上げも意識してみてください。で、それ以外のボーナスに関しては超ざっくり、1周目がスキル率 1.5 倍、チャンス1匹確定みたいな感じで、2周目が料理エナジー 1.5 倍とミニアメブースト、そして昨年はお祝いフラワーという要素がありました。お祝いフラワーで個人的に最も重要だと思うのは夢のかけら 2.5 倍でしょうかね。今日はちょっと夢のかけらの話ばっかりですね。ちなみにもっともっとボーナスございます。マジで周年のお祭りって感じになってます。こちらね、2周年フェスの時の画像を表示しておきますので、詳しくはこちらご覧ください。で、ここでもかけら 2.5 倍とかが出てくるかもしれないぜってことで、他にもリサーチの飴 2.5 倍とか、しっかりとエナジーを稼げた方が恩恵が大きくなるボーナスがたくさんあるので、やはりフィールドボーナス上げはもう意識し始めておくといいんじゃないかと思います。結局のところ、新ポケモンがどこのフィールドに出現するのか次第みたいなところはあると思うんですけど、初期から遊ばれている方とかは料理エナジー 1.5 倍で夢のかけら 2.5 倍までついてくるとなれば、若草 EX なんかでも相当戦うことができるんじゃないかってことでちょっと注目しています。で、ここもまた厄介なんですけど、 EX チケット周年フェスでは今回のラティオスイベントのように木の実固定とか EX ボーナスの固定とか特に2周目はなさそうな雰囲気なので、 EX 木の実ガチャできたら強そうだなとは思いますね。料理も狙えたらより嬉しい。それを考えると今月分の EX チケットもそれなりに来月に持ち込みたいところかと思うんですが、フィールドボーナスを上げるのであればコツコツ通わなければならないというところで、そのあたりがねなかなか悩ましいところなんですよね。本当に料理エナジー 1.5 倍があって、2周目のピックアップも例えば新王御三家だったとして進化後も選ばれそうなことを考えると、アンバー渓谷とかでもそれなりに眠気パワーを無駄なくかけらに変換していけたりとかするんじゃないかなと思うので、エナジーが稼げそうな方はそのあたりも意識してみてください。いよいよボーマンダとかも最終枠に入りましたので、飴 2.5 倍のフラワー効果で達兵衛の飴集めをするなんていうのも結構熱そうに思いますね。いずれにせよ周年フェスでもエナジー稼ぎが重要になりそうなので、最終的には新ポケ次第なんですが、リソース面で行きたいフィールドも考えながら来週以降の島選びしてみてください。周年フェスもね、昨年同様のボーナスが来るかどうかは完全に謎なんですけど、昨年よりしょぼくなるということは考えたくないので、しっかりそこも見据えてがっぽりエナジー稼ぎをして、夢のかけらの年金生活受給ランク引き上げに備えていきましょう。そんな3周年フェスでした。ってことで、今週特に今後のイベントについての告知がなかったので、昨年を元に予想するしかなかったんですが、ひとまず、カレーフェス来るのかなーっていうところと、周年フェスでどこのフィールドでリソースを稼ぎたいかみたいなことを考えて、ここからおよそ1ヶ月間のフィールドボーナス上げ意識してみてください。また周年あたりでね、例えばシアン EX がどうだとか、今年の下半期にはクレセリアイベントの復刻みたいなやつをやりますとか、いや全く違うイベントやりますとか、なんとなくの情報は出てくるんじゃないかと思っているので、そのあたりはまた出てきてから動き考えていきましょうかね。ひとまず今週が終わったら羽毛を使い切るまでが伝説イベントってことで、やんわーりカレーフェス意識で追加の情報が来るのを待っていきましょう。昨年は8月には若草 EX が追加されたり、11月にはアンバー渓谷新フィールドが追加されたり、いろいろと動きがありましたので、個人的には新フィールド的なものが来るとそっちにこもりっきりになりそうなので、ラティオスたちと一緒にアンバーに滞在できる期間ってあとちょっとだったりするのかなーなんて思わないでもないので、イベントでラティオスをゲットされた方はしっかり飴も集めて、周年のミニ飴ブーストも期待しつつごっつり育成してみてください。そんなラティオスイベントが終わったらやることでした。皆さんはイベント後どのように過ごされますでしょうか。よければぜひコメントで教えてください。
ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、動画の拡散につながりまして非常に心強い助けになります。もうすぐ3周年、マジで活動が続けられているのは皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それでは最後の最後までラティオスと心の雫楽しみ尽くしていきましょう。皆さんに素敵な出会いがありますように。今日も来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。